こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はピックアップ歩行器の、使い方&介助時の注意点ということで、ピックアップ歩行器ですね、固定式歩行器とも言いますが、こういったタイプの歩行器の説明をしたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。この歩行器のね、提供はジョイサポートさんから、お借りしております。いつもありがとうございます。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術であったり福祉用具の紹介をしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は、概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてください。では実際にね、この歩行器の説明をしていきます。はい、じゃあ歩行器なんですけど、まずピックアップ歩行器、いわゆる固定式の歩行器とかも言いますけど、いろんな種類があります。これはね、こういう段差のついた歩行器で、立ち上がりにも有効であったりしますし、あと車輪が、こういうタイプでも4輪ね、ついているタイプのものもあります。あとは、ここがね、この持ち手が交互に動くタイプ、そういうタイプのものもあります。いろいろなものを、選定できるとは思うんですけど、それぞれ簡単にだけ説明すると、このピックアップのタイプは、立ち上がりですね、立ち上がりの時にここを持って立ち上がれるのですごく便利ですね。で、歩く時ですけど、歩く時はこれを持ち上げて前に運んで、歩くっていう形ですね。で、この持ち上げる動作ができない方は車輪のついてるものでコロコロっといって、後ろにストッパーがついてるタイプがあるので、ストッパーをグッとかけてあげて足を運ぶ。コロコロコロって進んで後ろにストッパーをかけて足を出してあげるっていうタイプのものになります。あとは交互式っていうのも一緒で、この持ち上げるのがしんどい方ですね、そういった方は交互に進んでいくっていうようなタイプの歩行器になります。はい、で、僕的にはこの持ち上げるタイプの方が体の能力を、リハビリ的な観点ですけど全身使いますので、すごくいいのかなと思います。コロコロコロって運ぶよりも持ち上げて前にガッチャンってする方が背筋も手の力もある程度使いますので、全身の筋力だったり、持久力ですね、そういったトレーニングにもつながるのがこの歩行器のいいところかなと思います。あとはしっかりね、姿勢がありますので、結構体重かけれますので、足の力がねそこまで強くない方であっても、ある程度歩く練習ができるといった感じですね。はい、あとはですね、家の中に段差がある場合、車輪のついたコロコロコロとかの馬蹄型と言われる歩行器を使えないご家庭とかであれば、こういったピックアップの歩行器を選ぶと、段差もこれでね運んで歩くことができますので、家の中の移動に関しては、結構こういうタイプのものが選ばれることが多いです。逆に外でね使うっていうのは結構難しくなってきますので、ほとんど屋内で使うものかなとは思います。はい、じゃあ実際に、山田君にじゃあちょっと使ってもらいましょうか。この歩行器自体は、段差がついているので立ち上がりの時にすごく便利なんですけど、そうじゃないタイプですね。この段がついてないタイプの歩行器であれば注意点、ここを持って立ち上がろうとする時に引っ張っちゃう方がいます。そしたら絶対立てないですし、ある程度立っていたとしても後ろに引っ張ってるとそのまま後ろにガッチャンってこけてしまうことがありますので、立つ際はですね、この歩行器を持って立つんじゃなくて、できたらここにある手すり、このタイプはダメですけど、介助バーですね、介助バーであったり、あとは他にどっか持つところがないか探っていただく、もしくはこれで立つのであればもう本当に上から体重を乗せるような形でかけてあげる。そしたらしっかりしてますので、しっかり立つことができるといった感じですね。はい、じゃあちょっと立ってください。で、歩行器全般に言えることです。杖もそうなんですけど、高さを合わせることが非常に大事で、この持ってるところがここ大腿骨の大天使ですね、骨が出っ張ってるところ、お尻の横に骨が出っ張ってるところがあります。ここに高さを合わせていただきます。なので今山田君やったらちょっと低いかなっていう感じなので、ちょっと一段だけ高くします。はい、で今高くしましたので、この高さでどうかなっていう感じなんですけど、どうですか？
そうですね、いい感じですね。いい感じですかね、さっきより。で、高さの合わせるポイントというかコツなんですけど、結構円パイの方とかいらっしゃると思うんです。で、円パイの方だったらここに合わせ、大腿骨の大天使に合わせてしまうと、やっぱどう見ても歩行器って高くなりますよね、高さがね。なので、一つポイントは手をだらーんと垂らした時のここ、前腕の、尺骨っていう骨があるんですけど、この形状突起といわれるここですね、この骨の出っ張り、ここに合わせる、手首に合わせると思っていただいたらいいです。なので、こういう姿勢の方で、なおかつ体がね伸びない方ね、手の力を使って伸びるのであれば大腿骨の大天使でいいと思うんですけど、伸びない方の場合ここの手首に高さを合わせてあげます。なので、ちょっとこの歩行器のタイプだったら、これ以上あと1段しか下げれないので下がりきれないですけど、もうちょっとちっちゃな小柄なタイプのものを選んでいただいて、ここの高さに合わせていただくっていうことが一つかと思います。はい、じゃあ実際に、使ってみましょうか。じゃあ前にちょっと歩いてみましょう。ちゃんと持ち上げて歩く。はい、この時のポイントはしっかり歩行器の4点が地面に接している状態で足を動かすようにしてください。もう一度いきます。しっかり持ち上げて前に出して4点ともついてから足を動かすっていった感じですね。はい、これが2点しかくっついてない時に足を動かしたりするとグラグラして危ないので必ず4点ですね。はい、でこの解除のポイントなんですけど、はい、基本的には後ろですね、後ろにつくようにしてください。基本的には後ろにつくようにして、前はある程度上肢で、手の力で支えることができますので、後ろに膝折れとかなった時ですね、これ支えるものがないのでしっかり解除してあげる。で歩行器自体やっぱ引っ張ったら後ろに倒れてしまうので、後ろへの配慮だけは忘れないようにしてください。はい、で膝折れが起きた時はね、ぐっとやっぱこう支えてあげたり、僕やったら結構横というかこの脇というかこの辺りをね持ちながら横につきながら解除したりもします。これで膝折れ起きたらここでグッとある程度支えたりもできますので、いつでもね倒れてきてもいいように身構えときながら解除してください。であとピックアップの歩行器で結構リハビリで使う際なんかはこう持ち上げる動作もリハビリになると最初に伝えたと思うんですけど、これがやっぱできにくいやりにくい方っていうのは、少し解除してあげます。はい、もちろん膝折れとかのリスクも考慮した上で持ち上げるですね。この時にこう少し手伝ってあげると、少しずつ、手の力、背中の力も使いながら歩く練習もできるといった感じです。ただこれがね本当に家の中で自立で使う場合っていうのは、こう持ち上げるのができないのであれば車輪のついたものであったり交互式のものを選んでいただくってことになってきます。ということで今日はこのね、ピックアップ歩行器ですね、結構、リハビリの現場であったり在宅家の中で使われている方多く見かけるのかなと思いますので、注意点であったり使い方選び方気をつけていただけたらなと思います。では山田君ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、今日もね先ほど言ってたんですけれども、これタイプが何種類かあります。でそのタイプをどうやって選ぶかってなかなかチョイスするのは難しいと思うので、リハビリの先生であったりとか、デイサービスとかに行かれてる方でしたら、デイに大体リハの先生がいていると思うので、そこでちょっと選んでいただいてご自身に合ったものを使っていただくのがいいかなと思います。であとですね、もう一点これまっすぐの平らな地面で使うようなので、基本的にそのお家の中でちょっとしたこう段差で1個だけ乗ってないとか、でガクンってなってそのまま転倒しちゃうって方がいてるので、そこはこと注意点として皆さん伝えていただけたらいいかなと思います。はい、ということでいつも高評価コメントありがとうございます。これからも介護技術であったり、こういった福祉用具のね紹介使い方、説明させていただきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。